どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前流木レイアウト水槽をリセットしたという動画を出したんですが、覚えていますでしょうか？紆余曲折あった水槽で、ようやく水草の調子も復活してきたところではあるんですが、ロタラが茂みにならなかったり、中継層に植えてたクリプトが暴走したりと、手に負えなくなったのでリセットに至りました。まだ見てないという方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらも見てやってください。普段はリセットすると全ての水を抜くんですが、今回はフィルターもそのままに水を張って空回しだけしてました。これには理由があるんですが、とりあえず大量の生態を受け入れる水槽が必要だったんです。というわけで今回は、そんな水槽に集められた生態に餌を与えたらすごいことになったという動画です。それでは早速見ていくんですが、これからエビが大量に出る映像が流れます。結構大きめのエビが集まってるので、怖かったり苦手だったりする方はこのままブラウザバックされてください。というわけでやっていきます。まず、とある事情により全水槽のヤマトヌマエビを1箇所に招集する必要が出てきました。招集理由はまた今度出す動画で明かされると思うんですが、とりあえずこの空になった水槽に集結させます。本当は捕獲の一部始終もお見せしたかったんですが、あまりにも大変すぎて撮影ができませんでした。90センチ水槽から60センチ水槽、そして30センチ水槽まで、ありとあらゆる水槽のヤマトヌマエビを捕獲しては、この水槽に放り込んでいきました。その結果、水槽内はこんな感じに。もともとヤマトヌマエビを入れる都合上、ソイルは少しあった方がいいと思って残していたんですが、目論見通りソイル付近に集まってます。また、ポットの水草もつまつましてますね。パッと見どれくらいいるか見当もつかないと思いますが、数えてびっくり、ちょうど100匹でした。本当にドンピシャ100匹いたので驚いたんですが、そもそも水槽内にこんなにもヤマトヌマエビがいること自体すごいですよね。まあ、何はともあれ、汗水垂らしたおかげで、うちの全ヤマトヌマエビを集結させることができました。ただ、何かしらつまつましてはいるんですが、このまま餌なしだと餓死してしまうかもしれないとヒヤヒヤします。見ての通り、少ないソイルを一生懸命つまつましており、さながら通勤ラッシュ時の駅のホームのようです。中には水流に負けず、排水パイプにしがみついてつまつましている猛者もいますね。このように限られた餌場を求めて100匹のヤマトヌマエビがさまよっているため、今回はヤマトヌマエビのために餌を買ってきました。とは言っても、100匹のヤマトヌマエビの餌となると結構なことですし、適当なものが考えつきません。そこでない頭を振り絞って考えた結果、この餌にたどり着きました。それがこちら、ダイソーに売ってるザリガニの餌です。価格はご存知110円。安心の日本製で 80g と大容量です。自分はダイソーに全幅の信頼を置いており、餌に関しては初めて購入しましたが、ちゃんとしているものと信じています。パッケージにもビタミンやカルシウム入りと書いてあり、甲殻類にはもってこいの餌だと思います。ちゃんとチャックがついているのも好印象です。中の餌は小さい粒状で、そこまで硬くない感じです。一つ一つの粒の大きさはそこまで大きくありませんが、逆にこの大きさくらいの方が食いっぱぐれる個体がいなくて済むかもしれません。
ということで、試しに少量ザリガニの餌を入れていきます。最初はあまり反応を示しておらず、近くにいるヤマトが徐々に持ち去っていってます。一匹一粒大事に抱えながら食べてて可愛いです。さすがに少なすぎたので追加投入。餌の匂いにつられてきたのか、ようやく気づき始めました。しっかり食いついてくれるか心配だったんですが、なかなか好評のようです。見ての通り、一粒ずつ持ってつまつましてますね。ただ、与えてみた感じ、結構餌の残骸が舞ってしまってます。ほぼペアタンク水槽なのでいいですが、レイアウト水槽とかだと食べかすなどがたまりそうで怖いですね。まあ、そもそもヤマトヌマエビをベアタンクじゃない水槽に100匹も入れるなんてシチュエーションありえなさそうではありますが、そんな感じでヤマトヌマエビもザリガニの餌に慣れてくれた数日後、一気にザリガニの餌を与えたらとんでもないことになったので、その一部始終をお見せしていきます。ということで、一気にザリガニの餌投入。気づいたヤマトヌマエビが狂喜乱舞し始めました。なぜか持ってる餌を奪おうとしてるやつがいるため、餌を手に入れたヤマトヌマエビは取られないように必死に乱舞してます。なんかビーシュリンプの抱卵の舞みたいで面白いですね。入れてすぐはすごい暴れっぷりなんですが、時間が経過すると一匹一匹に餌が行き渡り、少しずつ落ち着きを取り戻しています。中には1匹で2粒も抱えている猛者までいますね。1匹1粒あれば十分かと思っていたんですが、意外と1粒じゃ足りないのかもしれません。あげすぎると水もガンガン汚れるので、あげる量が大事ですね。このように時間が経つと一匹一匹がソーシャルディスタンスを取りつつザリガニの餌を堪能しています。たまに場を荒らしに来るやつがいるので流動性はあります。抱卵しているママもこの通り、2つの粒を一生懸命抱えて食べてます。ヤマトヌマエビってでかいと気持ち悪いって思う方も多く、こんなにまじまじと観察する機会ってそうないと思うんですが、よく見るとやっぱ可愛いですね。水槽から飛び出して床を歩いているのを見つけたときは虫に見えてゾッとしますけど、そんな感じでせっかく家中のヤマトヌマエビを集結させたからなんか動画にしたいなと思って撮影したんですが、意外と面白かったです。特に山も谷もない動画ですが、こういう動画もたまにはいいのではないでしょうか。ヤマトヌマエビって結構コリトラスの餌を持ち逃げしたりするので困ることも多いですが、こんな感じで安価に手に入るザリガニの餌を使えば、ある程度餌の持ち去りは防げるかもしれませんね。先にザリガニの餌をまいてヤマトヌマエビに食べさせた後、その隙にコリタブを落とせばコリドラスもしっかり飯にありつけるかと思います。予想に反して結構この餌が好評だったので、ヤマトの餌足りてるか心配な方もダイソーに行って買ってきてみてはいかがでしょうか。ただ先ほどもお話しした通り、結構つまつましている間に型崩れして餌の粉が舞うので、揚げすぎには注意してください。基本的にヤマトは大食感なので、揚げすぎるとその分水が汚れるスピードも速くなります。普段食べてる苔や有機物よりも殻を形成するカルシウムなどの栄養素も入っているので、たまに健康維持のために与えるくらいがいいかもしれません。というわけで、ヤマトヌマエビ100匹が泳ぐ水槽にザリガニの餌を放り込むとエビたちが狂喜乱舞するという動画でした。最後にせっかく撮影した映像を見てもらいたいので、しばらく流しながらお別れです。というわけで今回はここまで。
Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。